皆さんこんにちは。今回は冬を意識したリースを刺繍していきます。使用する道具と材料の説明です。糸切りばさみ、下書き用のペン、フリクションペンを使用してます。刺繍枠、今回はクローバーの10センチの枠を使用します。あとは布、そして刺繍針なんですが、2本から3本取り用と6本取り用を使用してます。そして図案ですね。備考欄に PDF データがあるので参考にしてみてください。使用する糸は6色で全部コスモの25番手を使用してます。では下書きですね。今回は後ろから光を当ててフリクションペンで下書きをしていきます。フリクションペンだと仕上がった後にアイロンを少し当てるだけですぐに図案が消えますので便利かと思います。お花の図案の円の部分がちょっと描きづらかったので点々点々と描いてみました。図案には円のところに縦線でステッチの印があるんですが、色を変えて下書きすると分かりやすいかもしれません。下書きが全部終わったら刺繍枠にはめ込んでいきます。緩まないようにしっかりと針を持たせてセットしてみてください。まずはコスモの2118番を6本取りで使用していきます。使用する前に糸の準備なんですけれども、6本取りの時もこうやって1本ずつ糸を取り出してバラバラにしてから最後にまとめて1本の刺繍糸にしていくと、縫った時に綺麗な仕上がりになっていきます。2本の時も3本の時もこんな感じで1本ずつ1回バラバラにしてからまとめて針に通していくのをおすすめします。それではこの6本糸を使用して2層になっている葉っぱの部分を刺繍していきます。まず、玉留めなしで図案の中で糸を留めていきます。こんな感じで真ん中ら辺で一度針通して2回目針通していくと糸が止まっていくので、ここからスタート位置に針を刺してサテンステッチをしていきます。スタート位置は葉っぱの左右どちら側からでも大丈夫なので端っこから縫い始めてみてください。こんな感じで斜めに糸を入れていくと葉っぱの動きが出るような表現になります。刺繍枠の部分にちょっと糸がね絡まったりするので気をつけつつやってみてください。何針か縫い進めたらこの一番先っぽの尻尾の部分をギリギリで切り取っていきます。それでは最後の縫い終わり、右側の端の部分ですねまで斜めにサテンステッチが入れれたらおしまいです。縫い終わったら裏面で糸処理をしていきます。今縫ってきたサテンステッチの部分に
糸を絡ませて糸処理をしていきます。これで糸が絡んでほどけなくなったので、ギリギリで糸を切ります。次に使用する糸はコスモの552番2本取りです。今縫ってきた葉っぱの部分の片面空いてる部分に同じようにサテンステッチを入れていきます。今度は2本取りですね。針も2本取り3本取り用の針に変えていきます。また糸止めは図案の中にしていきます。小さめに縫って糸が止まったらスタート位置に針を出していきます。そして先ほどと同じように斜めにサテンステッチを入れていきます。また先ほどと同様にサテンステッチを何度か縫い進めたら一番最初の糸端を切り取っていきます。はい、縫い終わりです。次に使用する糸はコスモの2120番2本取りです。もう1種類の葉っぱをフィッシュボーンステッチで縫っていきます。今度は玉留めをしていきます。裏面から針を出してきて、葉っぱの頂点から中央線1センチぐらいのところに針を入れていきます。そして頂点左横から針を出してきて、今入れた中心線の右側に針を入れていきます。これを交互に繰り返し行っていきます。右から糸が出ているので今度は左に刺す。次は左から針を出してきて右側に刺していく。こんな感じで葉っぱの最後までステッチを入れていきます。コツとしては一つ、この斜めに入れてる糸の長さを最初から最後まで同じ長さで縫っていくと綺麗な葉っぱの形に刺繍ができます。とは言っても図案の幅によって長さを変えていかなければいけないので、こう斜めに入れるということを意識して縫ってみてください。それでは最後までフィッシュボーンステッチを入れていきます。最後の糸処理は1種類目の葉っぱと同様に裏面で今縫ってきたフィッシュボーンステッチの糸に針を絡ませて糸がほどけないようにしていきます。何度か縫ってしっかりと糸を止めたらギリギリで切っていきます。次です。コスモの370を2本取りで使っていきます。右の図案の枝の部分をアウトラインステッチで縫っていきます。今回も玉留めをしたので裏面から針を出して縫い始めていきます。最初の1針だけ縫い幅の半分の長さで縫って、あとはだいたい 0.5 センチぐらいの縫い幅で縫い進めていきます。
この枝のカーブの部分を2本続けて縫っていきます。縫い終わりも一番最初と同様に縫い幅の半分の長さで縫い終わります。次です。コスモの366を使用していきます。3本取りで使っていきます。枝の部分の出ているところにバリオンステッチを入れていきます。玉留めをしたので図案上から糸を出し、下に針を入れて、今糸が出てる上の部分に針を刺していきます。抜かずにそのまま針に6回糸を回します。糸がほどけないようにそのまま針を抜いていきます。下に向かって糸を引っ張っていきます。形を整えたら針を図案の下の部分に入れていきます。はい、これでバリオンステッチの完成です。続けて同じようにバリオンステッチを全部に入れてみてください。下から針を入れて糸が出てる部分に針を出します。そして6回針に糸を巻きつけていきます。そして糸がほどけないように針を抜いていき、下に糸を引っ張ってバリオンステッチの形を整えていきます。次です。コスモの 410A を使用していきます。今度は3本取りですね。また玉留めをしてスタートします。丸い図案の部分に縦線を入れてスミルナステッチの目印を描いたんですけれども、この目印を刺繍していきます。スタートはどこからでも大丈夫ですので、目印の部分から針を出します。そして隣の目印に針を入れ、一番外枠の部分で長さ調節をします。3段あるんですけれども、すべての段この長さでスミルナステッチを入れていきます。で、今糸が出てた部分の隣から針を出して細かく、1回縫って糸を留めていきます。これを何度も続けていきます。スミルナステッチを刺す数なんですけれども、外枠から内枠にかけて12個、9個、5個となってます。
1段目の縫い終わりです。はい、糸が残ってたらそのままの糸で2段目に行きます。同じようにスミルナステッチを入れていきます。今度は9個ですね。糸の長さなんですけれども、一番端っこの大枠に糸を合わせて長さ調節をしていきます。最後、一番内側の丸にスミルナステッチを入れていきます。今度は5個ですね。長さ調節は同じように一番端っこの円に合わせて長さ調節をしていきます。縫う部分が狭くて周りの糸もちょっと邪魔になってくるので、気をつけながら縫ってみてください。今回3本取りでやってみたんですけれども、もうちょっとボリューム感が欲しかったら6本取りとかでも可愛いかと思います。はい、これでスミルナステッチの完成です。最後です。コスモの820を使用していきます。今度は6本取りです。スミルナステッチの中央部分に今度はフレンチノットステッチを入れていきます。玉留めしたんですけど、もう玉留めは表目に見せちゃって大丈夫です。中央部分に3個フレンチノットステッチを入れていきます。2回巻きです。スミルナステッチの糸がちょっと邪魔になってくるので、こんな風に待ち針で留めてあげると縫いやすくなります。はい、すべてのお花に3個ずつ真ん中にフレンチノットステッチを入れてみてください。はい、刺繍の完成です。今度は図案をアイロンで消していきます。刺繍枠から外して裏面からアイロンをかけていきます。中央の図案の部分だけで大丈夫です。ギュッと押さえるんじゃなくて、軽く当てるような感じでかけてみてください。はい、綺麗に図案が消えました。はい、今使ってた刺繍枠に戻して、このまま壁掛けとして仕上げていきます。仕上げ方は別の動画に撮ってあるので、そちらをご覧ください。このように革素材の紐を引っ掛けるだけでも可愛くなりますので、参考にしてみてください。吊るすとこんな感じ。それではまた新しい図案でお会いしましょう。いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。